どうも日本語で喋りましょうの岡野です。このポッドキャストでは自然な日本語でいろんなテーマについて話しています。このエピソードのスクリプトを読みたい人はぜひパトレオンをチェックしてみてください。よろしくお願いします。はい、皆さん猫は好きですか？僕はもちろん大好きで一匹猫を飼ってます。ゲンっていう名前で4歳の黒猫を実はうちで飼っています。本当にね、いたずら好きだし、すごく甘えん坊で大変なんですけど、ものすごく可愛いんですね。ということで、今日は猫に関する日本のことわざを紹介したいと思います。日本語には猫が出てくることわざがたくさんあるんですよ。人の性格とか気持ちをね、表すときによく猫が使われるんです。なので、早速見ていきましょう。一つ目のことわざは、猫に小判です。猫が使われていることわざの中でも、一番有名なものなんじゃないかなと思います。で、意味なんですけど、価値がわからない人にいいものをあげても意味がないという意味です。どういうことかというと、例えば金とか、お金とか、小判、そういうものを猫にあげても、猫はそれが価値があるものだとわからないですよね。猫にとっては、金とかお金はどうでもいいものですよね。あんまり意味がないものですよね。なので、例えば人間でも高級なワインとか、美術品とか、例えばブランド物とか、あんまり価値がわからない人にあげても、あんまりいい反応が返ってこなかったりしますよね。それはまさに猫に小判と同じ状況ですね。なので例えば、音楽があんまり好きじゃない友達に高いコンサートのチケットをあげたけど、あんまり興味がなかったから猫に小判だったなとか使えますね。僕の猫もやっぱり興味があるものとないもので好き嫌いが結構はっきりしてるんですよ。なので本当にいいおもちゃを買ってあげたとしても、僕の猫からしてみたらそれはあんまり意味のないものなので、あまり喜んでないんですね。例えば猫用のおもちゃ買ったりとか、猫用のベッドを買ってあげたりとかしても、猫にとってはそれはあんまり価値がなくて、それよりも、ゴミとか段ボール箱とかそっちの方が猫は好きなので、あんまり高いからといってそれが意味があるものとは限らないですよね。なので分からない人にあげてもあんまり意味がない。これは猫に小判と言います。で、次のことわざは猫の手も借りたいです。これもすごく有名なことわざで、どんな意味なのかというと、すごい忙しくて、もう本当に誰でもいいから手伝ってほしいという意味です。実際に猫の手を借りて手伝ってもらっても、多分あんまり役に立ちませんよね。でもそれでもいいから手伝ってほしいぐらい忙しいという表現なんですね。実際ね、僕も仕事してる時に本当に忙しい時は猫の手も借りたいんですけど、だいたい僕の猫は僕が仕事してる時に、勝手にパソコンの上で寝たりとか、僕と遊びたがって僕にジャンプしてきたりとか、そういうことをしてくるので、本当に実際に猫の手を借りたら多分マイナスだと思います。実際には全然手伝ってくれないので、もう逆に猫が部屋にいない方が作業がはかどるんですけど、その方が集中できるんですけど、でもそれでもいいから誰か助けてみたいな状況の時に使いますね。なので例えば年末は仕事が多くて猫の手も借りたいぐらい忙しかったですとか使えますね。実際ね、僕も
最近は引っ越しの準備でバタバタしてて、猫の手も借りたいぐらい忙しいんですけど、引っ越しの時にね、荷造りとかしなきゃいけないんですけど、段ボール箱に荷物を詰めてると、猫もね、箱の中に入っちゃったり、あとは僕の荷造りしてる荷物で遊び始めたりするので、実際に猫の手を借りたら全然役に立たないのでおすすめはしません。でも本当に忙しい時、それでもいいから誰かに手伝ってほしいっていう時はぜひね、このフレーズ皆さんも使ってみてください。で、次のフレーズですね。次は借りてきた猫ということわざです。どういう意味かというと、すごくおとなしくしている人の様子です。すごく静かになっている人を表すときに使う表現です。で、特に普段は元気なんだけど、そういう人が静かになってしまう時に使う表現です。実際ね、猫もね、普段はすごい遊び回ってる猫でも、状況が変わったりするとすごいおとなしくなったりしますよね。なので、そんな状況の人を表すときに使う表現なんですね。なので、例えば、弟はいつもうるさいんだけど、先生の前ではすごい静かで、借りてきた猫みたいだったとか言えますね。こういう人いますよね。僕も結構、親しい友達の前とかでは、結構明るいんですよ。たくさん話したり、冗談言ったりするんですけど、初めて人に会うとき、初対面の人に会うときとかは結構緊張するんですよ。なので、そういう場面になると僕も借りてきた猫みたいにすごく静かになると思います。それからあとは結構人前で話すのも苦手なので、例えばプレゼンテーションの機会があったりとかしても多分僕は借りてきた猫みたいに静かになっちゃうと思います。どうですか？皆さんの中でも普段は元気なんだけど緊張したり初対面の人に会ったりするときに借りてきた猫みたいに静かになっちゃう人いるんじゃないですかね。で、次のことわざは猫をかぶるです。どうですかね？皆さんこれ聞いたことありますか？結構有名なことわざなんですよ。で、どんな意味かというと、本当の性格を隠しておとなしそうに見せるという意味です。なので例えば普段はすごい変な冗談ばっかり言うんだけど、先生の前ではすごいいい学生のように振る舞う人とかいますよね。そういう人は猫をかぶってるんですね。例えば、僕の友達は最初はすごく静かだったんだけど、本当はすごい冗談とか好きで、お笑いとかが好きで、猫をかぶっていたんですね、最初は。こういう時に使えます。結構、日本人は本音と建前の文化がありますよね。なので特に初対面の人とかと話すときは、やっぱり結構日本人はみんな気を使って話す人が多いので、初対面の日本人に話すときは猫をかぶってる人が多いんじゃないかなと思います。それから結構これはステレオタイプ的なんですけど、女性は結構本音を隠すのがうまいっていうふうに言われてるので、特に女性の中で猫をかぶってる人っていうのはもしかしたら多いのかもしれませんね。どうですか？皆さんの中にもよく猫をかぶってる友達とか家族の人とかいますか？で、次のことわざは猫の額です。額っていうのはおでこのことですね。なのでどういう意味かというと、とても狭い場所という意味です。実際猫の顔を見てみると、猫のおでこってものすごく小さいですよね。ほとんどおでこないですよね。なのでそこから来た表現なんです。例えば東京とかアパートとか家とかすごい小さいですよね。なので東京に引っ越したけど僕の部屋は猫の額ほどしかないよとか、そういう時に使います。結構ね、特に大きい町に住んでる人、日本だけじゃなくてね、海外でも大きい町に住んだりすると、
家賃が上がって小さいアパートとかに住んでる人も多いと思うんですけど、そういった状況の時によく使う表現ですね。実際にね、僕の猫、結構体は大きいんですよ。すごい体は大きくて、体重も多分今は6キロぐらいあると思います。太ってるわけじゃないんですけど、うちの猫はすごい体が大きいので、体重も6キロぐらいあるんですよ。でもやっぱり顔は小さくて、で特に猫の額、おでこですね。おでこはすごい小さいので、本当にものすごく小さい場所、スペースを表したいときに、ぜひ皆さんも使ってみてください。今日はこんな感じでね、猫に関することわざをいくつか紹介してみました。どうですか？皆さん使いたいフレーズありましたか？で、猫って日本語の中に結構使われるんですよね。なので、こういう猫についてのフレーズとかことわざを知ると、日本の文化とか、日本人の性格とかを知るヒントにもなると思うので、ぜひ今日のポッドキャストを参考にしてみてください。でね、もちろんね、ぜひ使えそうな表現があったら、ぜひ日常会話でもね、使ってみてください。はい。ということで今日は猫のことわざについて話してみました。皆さんの国でも猫のことわざがありますか？ぜひコメント欄で教えてください。それから今日の話を聞いて少しでも面白いと思ったら、ポッドキャストのフォロー、YouTube の高評価とチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。それじゃあ最後まで日本語で喋りましょう。聞いてくれてありがとうございます。今日話した内容の振り仮名と英語訳、重要単語リスト付きのスクリプトを読みたい人は、リンクに載っているパトレオンのサイトをぜひチェックしてみてください。そこで話してほしいテーマもリクエストできるので、どしどしメッセージを送ってください。それでは皆さん、さようなら。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。